痛みを伴う正常化みたいな流れが始まるんだよ、これから。はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、今日は9月の最終週の占いと時事と、10月の予言会になります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。先週の占いと時事が結構回ってるみたいで。あ、ね、だってネタ濃かったじゃん。いや、すごかったですね。ね、だからほら、僕予言の時にさ、来月ネタには困んないんじゃないかっつったじゃん。2回に減らそうかって言ってたよね。言ってました。うん、そう。だけど、やったっていうことはそういうことなんですよ。本当に多かったですね。はい。ということでございまして、10月の予言の回でございます。はい。まず今週のね、占いと時事のお話をさせていただいて、その後9月の予言の振り返り、そして10月何があるのかというところを、予測していくという流れになっております。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけでございまして、本日は収録日が9月の23日、火曜日でございます。問題なければ9月25日の木曜日にアップされていると思います。本日はまず時事ネタ4本ご用意させていただきました。まず1本目いきましょう。これもね、びっくりしました。Perfume 20周年を迎えてコールドスリープでございます。冬眠でございます。はい。3人組テクノポップユニット Perfume がデビュー20周年記念日を迎えた21日、公式サイトなどで年内でコールドスリープ活動休止に入ることを発表されました。99年の結成から20周年を迎えるということでね、ポリリズムですとか、チョコレートディスコですとか、名曲が数々ございました。ちょうどね、この収録をしております23日と、前日22日に東京ドーム公演がありまして、これが活動休止前最後の公演ということになるということで、配信もね、行われているということでございました。今後もね、長く活動を続けていくための活動休止ということで非常に前向きなものであるということではあるんですけども、今後のお三方のちょっと運勢とか聞ければなと思うんですけど。はい、わかりました。Perfume さん好きですよ、僕。僕も好きですよ。なんか、ね、最後の昔ながらの歌謡界というか、わかんないですけど。なんか、平成のなんかね。そう。芸能界の感じ。平成芸能界って感じですよね。そういうところ好きです。はい。誰から見たらいいかな。あーちゃんかな。あーちゃん。どの順番でも、のっちです。かしゆかです。あーちゃんです。で同じ。じゃあ、のっちか。のっちから。のっちからいきますよ。はい。のっちさんは、のっちさん、単発の子だよね。そうですね。はい。イメージはね。なんか哲学とかやる子ですよね、確かね。割とね、そう。推しですよ、推し。なるほど。で、変わってる感じがね。で、この人は、14歳くらいからずっと運がいいですよ。14歳からずっと、まだまだ。ずっと。よかったよかった。じゃあまだまだこれからも。まだ20年くらいいいんじゃないですか。素晴らしい。で、来年からいいから、何かこう、なんかするのかな？ソロデビューとか、何かこういうことやってみますみたいな感じになりそうな気がするけどね。なるほどね。結婚とかもあるかもしれないけど、何かこう、ステップアップみたいな感じに来年あたりになるんじゃないかなっていう気がします。20年走ってきて、次のって感じですかね。はい、それからかしゆかさん。はい、かしゆかさん。かしゆかさんは、よいしょ。かしゆかさんは、そんなにね、メンバーの中では運がいいとは思えないんだよな。なんか悩みとかありそうな感じというか、そうですね。良くなってくるの40代からですよ、この人。そうなんですね。逆に言えばね、それでもこの芸能界ね、しっかりやってきたからすごいよね。すごいです。だけど来年ね、天国地中で、この人の人生がちょっと変わったりする。で、結婚とかなんかやっぱりちょっと変わるんじゃないかなっていう感じはします。はい。なるほどね。じゃあ大きな変化みんな変わり目だね。で、あーちゃんか。あーちゃん日の上馬じゃん。だから来年日の上馬だから60年に1回のなんか、生産というかなんかそういうタイミングですよ。で、来年再来年で結婚とかあるかなわかんないけど、みんなだからそういう時期なんだろうね。なるほどね。運勢的に見てもちょうどそういうタイミング。この人がいいの今からだよ。36あたりから良くなるから、これからですよ。なるほど。逆にずっと悪かったみたいよ。あーちゃんも？これから逆に良くなってくんだと思うな。なるほどね。じゃあちょっと一段落つけて、ここからまた、羽ばたくというか、活躍していくような感じに見えますね。どんどん人生、後ろになればなるほど良くなる感じですね。はい。そういう意味ではね、お三方ともね、それぞれにね、いい節目っぽい。ね、進んでいかれるよかったですね。アミューズ、いろいろ変わりますね。福山さんもお休みだし。そうか、福山さんもね、なんかちょっとね、いろいろありましたし。ね、で、Perfume もっていう感じで。アミューズ自体がちょっと、
節目なのかもね。なんか、何なんか、かほら、都市伝説でいろいろ話題になるんじゃないですか、あの事務所って。なんか、よくわかんないですけど、なんかいろいろあるらしいですね。三浦春馬さんとか。ねえ、ねなんかちょっと話題が大きいですよね。どうなんだろうね。だから節目というかさ、ほら、ね、陰謀論好きな人からするとさ、ディープステートがとかなんか言うじゃない。まあなんかありますで、ね。絡められたりよくする事務所さんじゃない。まあいろんなお話がありますよね。なんか目の隠す位置がどうのとか、666がどうのとか。数字のやつとかね。そうそう。みんな好きですからね、そういうのねね。こじつけるのね。だけど、そっか、だから、そういう意味でも、今なんか、芸能界ちょっと節目なんかもね。大きく変わろうとしてるっていうところかもしれないですね。うんだからそこら辺をどうやって乗り切っていくのか、みたいな。会長見てもいい？会長、大里さん。あ、大里さん。ね、アミューズのホームページ。俺けどね、アミューズさん好きなんだよな。そう言うとほら、陰謀論とか好きな人から嫌われるかもしれないけど、なんかね、興行って感じで。昔ながらのって感じ。興行っていう感じでしょ。ね、ホームページ行くとね、大里さんのなんかいろんな文章とか載ってますよね。そう、大里さんはけどまだいいや。多分。良さそう。いいと思いますね。ちょっと一瞬陰りが出てくるとしたらこれからなのかなっていう感じですけどね。だからその前、まだいいうちになんか手を打ったっていう感じには見えるかな。なるほどね。まあ、もしかしたらいろいろ整理されてっていうところもあるのかもしれない。そうね。来年とか落ちそうだから手を打ったっていう感じにも見えるな。ちょっとネガティブファクターをちょっと避けておくようにっていう。乗り切ったら結構ね、芸能界のドン系の中だったら、まだ若い方だから、しばらくここをしのげれば結構いけるんじゃないかなっていう感じはしますよね。なるほどね。まだまだ、アミューズ、芸能界、牛耳っていくのかなと。わかんない。なかなかしぶといなっていう感じで。ね。すごいですね。すげえ失礼なこと言いそうになったけどやめる。やめてくださいよ。言いそうになって。今の P で。P しときますけど。確かに。なるほどね。まあ、ということでP だよ。的確に対処してるように見えるね、やっぱね。やっぱ実際占いとかやってらっしゃる。やってるかもね。怖。まあということでございまして。Perfume さん大好きです。はい。20周年おめでとうございます。おめでとうございます。はい。ということでございまして、一つ目でございました。はい。さあ続いて二つ目、ここからは海外の話題でございますけれども、統一教会総裁逮捕。おー。でございます。世界平和統一家庭連合旧統一教会の不正疑惑を捜査する韓国の特別検察官は23日、今日ですね、ハン・ハクチャ総裁を逮捕したということだそうでございます。18日に、ハン氏が、ユン・ソンニョル前大統領の奥様や、側近に金品を渡し、旧統一教会への便宜を依頼した疑いがあるとして、この日に逮捕状を請求。ソウル中央地裁が22日、ハン氏出席の下で逮捕状発布の可否を判断する令状審査を開いていたということでございまして、まあちょっと日本とはね、捜査系統が若干違うみたいなんですけども、まあ実際その地裁までそのハン氏が赴いて、まあ結果として今日逮捕と。いうことになったということで、まあ日本でもね、この旧統一教会の問題とはいうのはいろいろと叫ばれていたところでございますけれども、ここで逮捕というニュースでございますが、はい、このハン氏、今後いかがなんでしょうかと。運勢は今確かに落ちていて天国地中の年だし、空母の年だし、まあ人生の中でも一番悪いんじゃないかなっていうタイミングですと。で、今月というか10月の頭くらいまで運が悪いので、だけどね、来年とか少し上がってくるから盛り返しそうな感じには見えるという感じで、僕これ気になるのは、どういう表現していたらいいのかな。アメリカってほら情報機関あるじゃないですか。まあ情報機関ありますね。で、それも色がついてるんですよ。レッドステート、ブルーステートじゃないけど、民主系の情報機関のグループと、ブルーステートじゃないけど、一緒か、共和党系のグループとっていうので、割と、まあこの統一さんというか、この辺ってトランプさんを応援してたりとか、してた感じだし、安倍派要は、あれですよね。会って書いて、清和会ってあるじゃないですか。で、あそこら辺とかを、応援されてたのって、このグループだってよく言われるじゃないですか。まあ、ニュースとかでもなんかあったりしますよね。で、安倍さんとトランプさんって仲良かったじゃないですか。確かに。っていうことはトランプさんに立てつくっていうことっていう。そんな風になっちゃうんですか？面白いよね。権力闘争。だから、油断せずニュース見てた方がいいですよってやっぱり思うかな。確かに。単純に、統一教会の人逮捕されたんだ、どころの話じゃないですね。別に、ワイドショーを見てね、なんか、どんどんいろんなレッテル貼りしてってもいいと思うんだけど、
結局さ、じゃあ、韓国これから、要は反共で繋がってたわけでしょ？日本の保守っぽい人たちと、この宗教団体とかって。で、韓国でもそういう立ち位置だったんじゃないのって思うから、もう、なんていうのかな、アメリカとか日本と仲良くしていくのはやめますと。我々はブリックスについてきますみたいな。ノリかもしれないなって見えるから、よく注意して見といた方がいいと思いますよと。善悪の話はしてないです。いいか悪いかじゃなくて。そう。あくまでいろんな立ち位置とか、ポジションとか。っていう。なるほどね。に思いますけどね。なるほどね。で、まだ強そうだぞとは思います。そうですよね、来年からちょっと運勢回復していきそうだぞって思うので、よく見といた方がいいですね。なるほどね。隣国なんで、なんと言ったって。お隣ですからね。で、日本の政治にもかなり影響があるんで。というところで、ちょっと日本の政治のお話もですね、今回ご用意させていただいております。これは皆さん興味あるところでしょう。自民党総裁選。いよいよですね、5人が届けて選挙戦スタートでございます。自民党総裁選挙22日に告示されまして、5人が立候補されました。小林鷹之さん、茂木敏光さん、吉松さん、高市早苗さん、そして小泉進次郎さんということでございまして、昨日ですね、午後に党本部で行われた立ち会い演説会で、目指す社会のあり方ですとか、物価高対策をはじめとする経済政策などをめぐって論戦を交わしたというところでございますけれども、皆さんやっぱり気になるのは、誰がなるんでしょうねというと思うんですけど。そうだね。これね、難しいんですよ。だから結局、いろんな人、少なくとも自民党員何十万人とかさ、いろんな人が関わるでしょ？試験の合否とかギャンブルとかも難しいんですよ、こういう占いって。要は、簡単なのって、彼が好きですかとか、相性はどうですかとかっていうのは、そんなに選択肢がないから出しやすい。運がいい、悪いは出しやすいんですよ。で、これ複雑なんですよ。こういうのってね。で、難しいんだけど、とりあえず全部の占い使っていくんだけど、命術って言って生年月日の占いで、運がいいのは誰かって見ていくんですよ。ね。そうしていくと結構絞れるんですよね。まず、一番この中で運勢としてちょっと微妙なのは茂木さんなんですよ。あら、茂木さん。今は悪くないけど、年運とか月運とかで言ったら悪くないけど、もうちょっと大きいサイクルで見たらそんなんでもないんですよ。他はね、みんな大運っていうのがいいんですよ。大運。10年サイクルみたいなのがいいんで、だから運勢としてちゃんとバックがいるというかさ、大きい。で、年運で見ると、いいのは進次郎とか林さんなんですよね。進次郎はわかりますよ、やっぱりね。やっぱり今も人気と言いますかね、やっぱり知名度ありますし、で、そこに、林さん、言って官房長官。だけど、1年の後半に関して言うと、高市さんと小林さんも悪くないんですよ、今。なるほど。で、高市さんとか小林さんとか、それから、林さんもか、今月微妙なんですよ。今月微妙10月の7日あたりまで。で、投開票4日でしょ？ 4 日です。だから、今ちょっと微妙で、かつ、来月からこの3人とかって良くなるんですよ。来月からで、来月からちょっと落ちるんだけど、とか来年もちょっと落ちるんだけど、今だけいいのって進次郎さんなんですよ。だから運だけで言うんだったら、進次郎さんなんです。生年月日で言うとね。で、これ、四柱推命だけで見てるんだけど、先生術で言うと、高市さんもいいんですよ。高市さんで、進次郎さんは、悪くないっていうか微妙なところなんだけど、今微妙なところなんだけど、27年になんか役目みたいなのありそうなんですよ、彼。役目？何かなんか試練という、人生の中の試練みたいなのがありそうなんですよ。だから、はーっていう感じに、なんか思ってんだよね、個人的には。で、運勢でわかんない、そういうところで、海外に知名度が上がるのは、高市さんみたいなのも出てるんですよ。だから、先生術で見ると。だから、みたいな感じで、この二人なんかありそうだなっていう感じ。で、林さんの方がこの二人に比べると運はちょっと落ちるかなみたいな感じなんですよ。だから、だから、あんまり世間の評価と変わらず、進次郎高市接戦でその次林さんくらいに運勢としても見えるのよ。変わらない。で、僕そのニュースサイトで見たことあります。あるよね。だから、面白くないなって思いながら、なんかもうちょっとはっきりしてると分かりやすいんだけど、で、だから石破さんと不思議で、運が悪いのに勝っちゃったって感じなんですよ。そうですよね。だからかわいそうだなと思ってたんだけど、それは置いといて。で、今回はみんなそれなりに乗っていますよと。だけど来年は進次郎ちょっと微妙ですよと。再来年なんか重たいなんか役割ありそうだなっていう感じがしますと。だから、僕はこれ一番怖いルートだと思っています。個人的にはね。で、気を出したんですよ。
弾液。うんはい。で、一人一人ちょっと解説していきますね。一人一人出したんですよ。で、これで見ると、茂木さん弱いんですよね。ああ、弱い。空洞だし、結構弱いっていう感じで、これはそんなんでもないと。これ別に名術と一致しますよと。で、コバホークさん見ましたと。で、小林さんね。小林さんも空洞なんですよね。で、同じくらい弱いんですよ。で、次に、林さん見ましたと。はい。で、林さんは、なんか、応援する力があるんだけど、応援はされるんだけど、一歩届かずかなくらいの運なんですよ。だから、そうか。多少、こ近いというか、なんか、岸田さんとかそう動くのかなって、なんとなくこれで見ました、僕は。で、高市さん、進次郎どっちから行く？これはまあ、高市さんかな。じゃあ高市さん行くと、高市さんめっちゃ人気とか応援のエネルギー強いんだけど、めっちゃ痛みを伴うみたいな感じで、これだと勝ちきれないんじゃないかなっていうふうに、駅だと僕は見えますと。ということは？ということは小泉進次郎なんだけど、小泉進次郎も応援めちゃめちゃされるんだけど、空洞ですと。だから、なんだろうな、みこしは軽くて何かがいいみたいな言い方もあるけど、そういう風に祭り上げられちゃいそうなのが進次郎で、めっちゃ人気あるんだけど、なんか傷を負うのが高市さんという感じに見えるんですよ。で、みんな気になるの総理大臣でしょ？まあそうですよ。俺どっちにしろ玉木さんじゃないかなってちょっと思ってて。うわー。あ、そうか、岸田さんも、玉木さん。そう、とか。ね、応援というか、まあ。で、進次郎さんは、なんかこう、星の流れとか、この駅の流れとか見ていくと、みんなを応援しそうな感じがするんですよ。だから、要は、運勢で見ていくとみんないいのね、これ。今後ね。だから、ちゃんと5人を重用していきますよ、という感じもして、で、ちょっと、宗派というかさ、国民民主に送るようなことも会見で言ってたでしょ？なんかありましたね。で、高市さんだって、まあ、親和性は高いわけですよ。なんで、まあ、そういう感じになるのかなと。まさかの。だから、要は、歴史的に見るとさ、清和会とかが強いのって共和党の時なんですよ。はいはい。で、清和会系でしょ、二人とも。そうか。抜けてるかもしれないけど、もともとは、書いて清和会でしょ、で、それって安倍さんとか、それから小泉純一郎さんとか、森喜朗さんとか、ね、福田さんとか、そういう人たちじゃないですか。で、その人たちが政権取ってた時って、共和党が基本的にアメリカで強かったよね。だから、そこから選ばなくちゃいけないみたいな感じはあるんだと思うんだよね。で、それで考えてた時にっていう感じですよね。なるほど。で、共和党系のエージェントって言ったら言い方悪いけど、まあ、玉木さんなんかほら結局ハーバードですよ。で、新馬さんはイスラエル大とかでしょ？そうですね。だからまあなんか、ただ、ここで注意しなくちゃいけないのはトランプの共和党かっていうことなんですよ。はあ、なるほど。ブッシュの共和党だなと。ちょっとなんかこう、旧来と言いますか、なんかこれまでの、なんかね、なんとかさん複合体みたいな感じするじゃないですか。だから、まあ、そんな感じよと。僕は別に誰がなろうというか、どっちがなろうというか、まあそんな感じで、断末魔が叫んでるなっていう風に。なんてこと言うんですか、ちょっと。いや、なんか聞こえるなって、叫び声が聞こえるなっていう感じには見えるけど、どうなるんだろうなって思って見てますね。なるほどね。権力闘争って面白いよね。まあ見てる分にはね、まああれですけど、我々も生活にも関わってきますからね。だからちゃんと頑張ってほしいです。すごいなと思って見てますね。なるほどね。生活には関わるよね。本当ですよ。だって、もう、今でさえみんな厳しいんですから、本当に。けどまあそうなんじゃない？明治維新の前とか幕末とかさ、太平洋戦争みたいな時期だって言ってるじゃない。確かに、まあね、それはそうですけどね。ぐちゃぐちゃですよ、もうほんと。まあね、ということで、まあちょっと自民党総裁選、投開票は4日、来月10月の4日でございますので、ちょっとこの結果はどうなるのか。ね。あんまり世間と言ってること違わないかもしれない。まあ、玉木さんが出てきたら本当に面白いというと、ね、ちょっとね、あれかもしれませんけど。かなとは思うよ。だってまだ参政党さん弱いでしょ？まだまだちょっとあれかもしれないですね。ね、そう考えていくと。あとはまあ、進次郎だったらほら、どっちにも顔聞くじゃん。まあそうか。そういう意味でもっていうところはあるかも。ほら、公明党さんへの気遣いも必要でしょ？そっか。ね、中道じゃないとみたいなお話もあったんですもんね、確かね。かな
なとは思うけどね。総括しますと、本命、小泉進次郎。で、対抗として、高市さんと林さんも来年以降運勢いいんですもんね。だから、もう、10月からいいよ。そう、この2人は。だから、どっちかっていうと、そっちの方が安定すると思う。じゃあ本当はね。本当はね。だから、どうするのかなって、運だけで進次郎さんなのかなとは、今のところ見えるけど、進次郎さんと林さんとかだったら、もしかしたら進次郎さんはほら、親に言われて、総理やるなって言われそうだから、玉木さんになるかもしれないし、林さんもそうだけど、高市さんだったら女性初のっていうのが使えるじゃん。確かに。だからそれはまあそうだよなって思うし、さっきの韓国の話題に戻っちゃうんだけど、トランプさんの思い通りにいかないような感じになってるでしょ？ちょっと難しい状況ですよね。で、トランプさんを講演会で岸田さん腐してたわけですよ。すごく。それは流れてるよね。まあそうですね。だからトランプに乗っ取られたくらいのことを言ってたんでしょ？だから相当強い言葉で、それがまだ宏池会のトンというかさ、票を持ってて林さんとかを押すかもしれないし、林さんかまあ進次郎でしょ。で、結局玉木使ってみたいな感じかもしれないから、だからここら辺難しいよね。だからこれで本当にわかるわけですよ。あ、そっか。トランプさんが言うところの DS につくんだな。っていうのか、トランプさんとも渡り歩んでいくんだな、みたいなことを自民党が決めるわけじゃん、まずは。まあそうですね。そう、自民党員さんと。だから、それで言うと、今の流れで言うと、今日の時点ね、占った時点の気の流れみたいなところで言うと、進次郎本命で、高市、林が追いかける形みたいな感じに、やっぱり見えるよ。だから、この動画もささ波だけど、どこまで届くかっていう感じだよね。まあそうですね。ちょっとこれがどう影響を。党員さんが決めるんで。ちょっとね、というところでございますが、どうなるのか、今後も注目ではございます。そして時事ネタ、最後4個目でございますけども、これもね、本当に、権力闘争と言いますか、分断と言いますかでございます。パレスチナの国家承認に関するお話でございます。ニューヨークの国連本部では、イスラエルとパレスチナの2国家共存による和平を推進する会議が開かれまして、フランスなどが相次いでパレスチナの国家承認を発表しました。国家承認を行ったのは G7 主要7カ国の間では3カ国目で、21日に初めて承認したイギリス、カナダに次いで3カ国目がフランスと。いうところでございました。その他にもですね、モナコ、ルクセンブルク、マルタ、アンドラ、21日に承認しましたイギリス、オーストラリア、カナダなどと合わせて、193カ国中約8割が承認しているという状態でございました。はい。ただトランプ政権などはね、国家承認はハマスへの報酬じゃないかと。いうふうに言っているんですけども、国連のグテーレス事務総長は、いや、パレスチナ人の国家建設は権利であって、報酬ではないと。これは権利であるというふうに反論したというところでございまして、非常にちょっと難しい状態でございます。日本はこれに関しましてはまだ承認はしていないけれども、二国家共存に関してはやっぱ大事だよねというようなところを出しておりまして、立場がなかなか難しいのかなというようなところでございました。カークさんみたいに日本の政治家はなりたくないんじゃない？なかなかね、やっぱりああいう事件が起きてるっていうところもね、ありますからね。だってアメリカについてたのはドイツと日本でしょ？ほら、属国じゃん。ドイツの方に怒られるか。ドイツの方にちょっと、そうだね。怒られちゃうかもしれませんけど。一緒にすんなっつってね。確かに。その通りですよ。僕今どう返していいかわからない今。みんないろんなお立場がありますからね。難しいなっていうところではございますね。今回ほら、これカイトでしょ？ 22 日がカイトじゃない。日食でカイトでしょ？なんとも言えないよなとは思いますね。で、日本はそっちを選ぶんだっていう感じはしますね。なかなか考えさせられるなと思いました。これ日本にとっていいのか悪いのか絶妙なところだなとは思って、今後どういう形にしばらくなってきそうかが、見えたんじゃないかなとは思います。というところでございまして、まずは今回占いと時事ということで前半戦行わせていただきました。さあ、ここからは9月の予言の振り返りでございます。さあ、9月の予言の振り返りということでございまして、何があったか、そして、どんな風に予言をしていたか、予測をしていたかというところを振り返っていければと思います。予言の PDCA サイクルね、回していかないと、結構外すからね。やっぱりそこら辺はちょっと大事かなと思いますので、振り返っていければと思います。さあ、まずですね、9月の上旬、9月6日前後とかね、日本にとっては良くないよというようなお話。年運でも言ってたよね。ありました。あとはね、災害とか、あるんじゃないかみたいな
なお話等々しておりました。9月上旬でインパクトのあるニュースといたしましては、例えば9月7日は石破茂首相が自民党総裁辞任表明。なかなかちょっとインパクトのあるタイミングだったかと思います。あんまり良くなかったのかなというのはちょっとわかんないですけども、というところでございました。それから、上旬はですね、結構、上旬と言いますか、ちょっと9月中旬ぐらいまでかけてですけども、結構、災害は、本当結構多かったなと。多かったですよね。9月5日が台風15号。ね、静岡では牧之原市の方ですね、竜巻が、ボーンと。ねあって大変だったよね。飛んでっちゃいましたからね。だから、災害はありそうって出てて、けどね、俺ね、南か日かなと思って、そこ読み違えたかなとは思うんだよね。割とね、トカラ列島の地震とかっていうのがね、震度5弱ですかね、あったりとかはしましたけれども、なんかね、ちょっとそこはね。けど弱めだって言ってたよね。けど、現地の人は弱めって言われても、家なくなってるからね。いや、本当ですね。だからね、なかなか。だから震災ほどではないっていうことはね、そんなに。ありそうだけどっていうことだよね。そうですね。というところではございました。関東で大雨があったりとか、三重で大雨があったりとか、というところもありましたね。そうだね。15、6日前後もつってたもんね。はい、ありました。東京湾の方で、なんか竜巻みたいなね、雲が撮影されたりとかもあったりとかね。ということなんで、ちょっとやっぱり、気候変動といいますか。そうだね。この辺は多かったのかなというふうには思います。はい。でですね、9月3日から21日の間ですね、バブルのような不安定な時期に入って、国際的な調整、地震ですとかスキャンダルなどが起こりやすいというようなお話がありました。この間そうだね、スキャンダル三昧って言ったよね。そう、スキャンダル三昧でした。そう、だから、時事ネタ困んないんじゃないかっつって。本当に困んなかったですね。いいか悪いかは一回置くとしても。悪いよ。よろしくあれね。先週も取り上げさせていただきましたけど、ヒカルさんと新劇のノアさんのオープンマリッジ宣言ですとか、それから長野芽郁さんと坂口健太郎さんの過去の交際ですとか、あとチョコレートプラネットさんのね、炎上者動画ですとか、あとこちらでは取り上げなかったんですけどもね、お昼のね、フジテレビさんのポカポカとかに出演をされていらっしゃいます有名声優の花澤香菜さんが、やはり有名声優でございます小野賢章さんとの離婚。ありましたね。番組内でね、なんか手相を見れるマジシャンの人がいて、なんか今年は大変なことがありそうですね。そうだよ、うるせえっていう反応したっていうのもありましたね。みたいに、ちょっとスキャンダルが結構、多かったかな、というところではございました。はい。あとは、経済の部分ですかね。経済的な部分で言うと、4万5千。はい、行きました。4万5千ですね。だから、バブルっちゃバブルだよね。ね、一気に急反発ドーンといって、史上最高値を更新というところでございました。あとは、カークさんとか、なかなかね、反移民とか、スキャンダルというかね、なんとも言えないですけど。ね、なかなかちょっとというところがございますね。9月20日から26日の、お彼岸の時期、ちょうどね、今撮影中の時期でございます。この時期は、生み出しの期間になるんじゃないかみたいな話をしておりました。この時期、まだちょっとね、途中なので、これからまた何かあるかもしれませんけども、フィリピンの方でですね、21日に汚職に関する大規模デモ。そっか。はい。8月に発覚した暴行事業をめぐる、大規模な汚職事件のデモが一気に加速しているというのもあるので、これちょっと生み出しっぽいかなと。分断っぽいしね。そっか、ネパールもなんか革命っぽくなってるよね。そうですね。みたいなところがちょっとあるのかなというようなところでございました。はい。で、ところから、9月21日から10月の14日、このあたりが、社会や個人が何を失うかが明確になってくるとか、あとはお彼岸の時期がね、ちょっと霊的覚醒みたいなお話とかも重なっていたわけでございますけれども、このあたりで先ほどのちょっとパレスチナの国家の承認を、するしないみたいなお話もちょっとありましたので、ここから世界がどうなってくるのかみたいなところ、ちょっと見えやすくはなってきてるんだね。日本は多分総裁選の結果で結構見えやすくなるかなとは思います。だから財務省系の最悪か厚労省系の最悪かみたいな。どっちにしろ両方か。勘弁してくれみんな金とか大事なんですよ。本当ですね。で、全体的な傾向として、東洋線の方では、引き続き社会の分断は続くものの権力を持つ側が強い状況は変わらない。9月21日以降ですと、苦労は伴うものの、世の中が少しずつ正常な状態へ向かう時期に入るんじゃないかみたいな、そういったお話をしておりました。分断対立は先ほどもね、お話ありましたけど、チャリ隠しの暗殺事件ですけども、ございましたし、
分断に関しては先ほどの、まだね、同じ話題になっちゃいますけども、パレスチナのね、話題なんかがやっぱり大きいですので。あと、ネパールとかそうですね。みんなそうだよね。あと、でも、イギリスのデモとか。そう、イギリスのデモもそうですね、10万人デモ。15万くらいはいたんじゃない最低だった。わかんないです、僕もね。だって、発表者が11万から15万って言ってるから。メディアが11万から15万で。発表もそうだよ。本部は300万だよ。本部は300万ですよね。そう。だから全国入れてっていう感じだけど、15万以上はいたと思うよ。2で割るじゃないですけど、まあなんか。だから、警察発表が15万がマックスっていう感じだから、それよりいるくらいには見えたけどね。結構多かったような感じしますけどね。AI に計算させたけど、もうちょっといたかもね。なかなかね。ということでございまして、まあちょっとね、災害の位置とかはあれかもしれませんけど、まあ結構やっぱり、そうね。一致するところはあったかな。そうだね。こんなもんです。はい。こんなもんでよかったら引き続きぜひ、よろしく見てくださいと。お願いします。いう感じで、10月行きましょうか。はい、10月の予言でございます。お願いいたします。大きい感じがあるとしたら10月はまあ中旬かなとは思っています。まず今変化とか何か失うのが明確になっていくのがだいたい10月の14日くらいまでだと僕は思っています。移行期だよと。これからの流れが始まりますよと。だけどその痛みを伴う正常化みたいな流れが始まるんだよこれから。痛みを伴う正常化。そう。だから、散々分断してるでしょ？で、そこに対して、あなたたちにはこういう試練を与えましょうみたいな感じに、年末年始、来年の2月くらいまではなってくるんだよ。それのスタートっていう感じね。だから、なんかこういう流れになってくんだろうっていうのは見えてはくるんじゃないかなとは思います。それが、まず、1から15日くらいまで、14日あたりまでかなと。はい。9月21から10月の14前後くらいがこの、さらに分かってそう、インドで見るとそうで、さらに10月の14からね、金銭が回答になると。で、そうなんだって、僕はちゃんと検証してないけど、チャッ先生がほら、金星って日本のなんかきっかけになるよっていうので、太平洋戦争の時回答だったんですよ。天王星と冥王星と海王星、今回みたいにその諸三角の起点が金星になるようなあたりでパールハーバーやってるんですよ、日本って。だから、日本にとってもこの金星って関わるよって言ってたから、ちょっと心配だなとは10月14日。で、ここでほら、パチンってこうなって、で、その後どうなっていくかっていうと、水星の時期になるんですよ。インドで見ると。で、インドのニューイヤーチャートみたいなのが、ヒンドゥーニューイヤーチャートっていうのがあって、それで見ていくと、今回日食なんですよ。で、その太陽の周りにさ、水星っているから、魚座新月図になるから魚座なんだけど、水星って減衰しやすいんだよね。だから、それで言うと。減衰してると。で、それだけじゃなくて逆行中だったんだよね、その頃ね。で、この水星期になっていくんだなっていうのが、11月4日まで、その土星の中の水星になっていくから、ちょっと微妙だなと思っていて、結構頭が悪いイメージがあるんだよね。減衰の逆行の水星って。だからお金の流れとかが変になったりとか、いろんなことみたいな情報が相変わらず錯綜したりとか、だから時事動画やりやすいかもしれない。で、日食の位置にあるから、だから社会の今までの王朝転覆とかじゃないけど、今の体制みたいなのが変わっていくみたいな SNS の流れみたいなのが加速するのかなと。で、11月の中旬に僕は、11月かなくらいから12月にかけて、多分年運の動画とかでほら、言論弾圧っていう話をしてるでしょ。だから、何か10月の後半あたりから、怪情報が溢れるかもなと。なんだかみんなが右往左往させられるような何かが、で、それの天気は14日あたりの回となるのかなって、金星だしね。なんかみんなが勘違いしちゃう何かとかっていうのはそのあたりで出てくるのかなっていう気がする。あそこで変なトリガーが引かれてしまうというか。そう。だから陰謀論には注意だけど、陰謀論も陰謀じゃなかったりする。論じゃなくて陰謀だったりするじゃん。実際に何かが起こされている場合もある。あるじゃん。だから、難しいから、リテラシー一人一人が高めましょうっていう感じかな。なるほどね。そう。もちろん陰謀論だから鵜呑みにするでもないし、そう。国が言ってる、メディアが言ってるから鵜呑みにするでもなく、そう。どっちもちゃんと精査しましょうと。いうのが、より強くなってくるんじゃないかと。より強くなる。だから、結構ね、しんどいかもしれないけど、コロナ禍だって乗り切ってるし、乗り切ってないから分断してんのか。どうなんでしょうかね。難しいね。だけど、科学的に考えるとか、哲学
学的に考えるとか、瞑想するとかかな。なんかそういうことすると、だいぶいいよとは思う。これいつも言ってるよね。まあそうですね。だから頑張って判断してくださいと。科学者の人が言ってるから正しいでもないし、そう。ね、そう。お医者さんが言ってるから正しいでもないし、かといってそれをなんか全部嘘だっていうのもそれも違うし。そう。倫理観とかかな。難しいかもしれないけど、そこは磨いといて損ないよとは思います。だから、向こう10年、十数年は、そういう感覚は、結構、なんか AI 時代になっても大事な感覚だから、そこでいろいろジャッジする訓練だと思って、いろいろ見極めてみてください。何が正しいって言っちゃうと間違えるんですよ。ああ、確かに。そう。これは占い師として逃げてるんじゃなくて、善悪とかってあるでしょ、善悪の二元論っていうのが間違ってるんですよ。で、間違ってるんですよ。だからといって、人殺しは良くないとかいうのもあるじゃない。まあ、そりゃそうですね。だから、そこら辺の見極めね。これ訓練した方がいいんだと思うんだよね。感情とか人格に癒着して、丸抜決めちゃうと結構これからの時代大変だから、感情、欲望、人格、そういうのに癒着したり、党派とか、ポジショントークとか、なんかそういうのに癒着して判断するのをそろそろ卒業しませんかと。人類としてのステップアップを。そうだね。してった方が AI 時代は豊かになるんじゃないかなっていう気がしますよとは思います。感情とかはね、みんななんか結構わかる気がするんですけど、人格って言われるともしかしたらわからない方もいらっしゃるかもしれないですね。記憶ってさ、記憶とか、自分が正確だと思ってるものとか、自分が思考だと思ってるものとかって、なんか環境とか学習の中でとかできてくるじゃん。遺伝子とかって。そういうのもさ、客観的に見れるでしょ？だから、そういうのも客観的に見れるんだったら、見てっていう話なんですよ。なるほどね。なんかこれレベル2とかで喋ってるような内容になってきてるよね。ちょっとね、難易度高い話かもしれないですね。そうだね。まあでもね、ほら、常識とは18歳までのコレクションであるみたいなね、言葉もありますから、やっぱりそういうのが本当に自分なのかどうかみたいなものを見極めるっていうのが、これから必要。やっぱりレベル2ですね、これね。メンバーシップとかで話してるようなことだよね。だけど、こんなこと普段喋ってたりするので、よかったらメンバーシップ入ってくださいっていうことで、締まりますかね。締まりましたね。さあ、ということでございましたけども、10月の予見という形で言いますと、こんなところでしょうか。そうだね。だから、相変わらず、なんかよくわかんない感じがしばらく続くと思いますよ。なるほどね。というところでございますので、そんな混沌とした世の中でございますので、そんな中でね、何かお伝えできることが少しでもあればと思っておりますので、よかったら高評価、チャンネル登録、コメント、それからスマホでできる機能、ハイプ。ハイプね。ハイプしてください、よかったら。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にハイプされるとね、結構おすすめね、上がるっぽいから、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というわけでございまして、今週は占いと時事、そして9月の予言振り返り、そして10月の予言ということでお送りさせていただきました。また来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、またねー。